どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、光月時が死に際に歌った謎の歌です。この謎の歌について、僕の中ではやっと読み解けました。読み解くのに1年半かかりました。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこちらの動画は1025話までの内容を含みます。まだ読んでいない人やコミック派の人は大いにネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはおさらいとして、光月時の謎の歌とは、月は夜明けを知らぬ君、叶わばその一年は、旗と背を編む月夜に、9つの影を落とし、まばゆき夜明けを知る君となる。という予言のような謎の歌でした。この謎を解明するために、過去2本の考察動画をアップしています。まずこちらの動画では、ワンピースの月には意味があると考え、それは満月は引き寄せる、満ちる。半月は引き離す、別れる。三日月は身を潜めるという意味があると考えました。例えば28話三日月では死んだことにして身を潜めていたキャプテンクロが描かれ、同じく死んだことになっていたサボが過去を語る時も身を潜めるという意味を持つ三日月が描かれています。他にもたくさんありますので該当の動画を確認してください。そして光月時が死んだ時にも三日月が描かれていますから、ここから光月時生存説を考えました。それは光月日和との入れ替わりトリックを考えました。次にこちらの動画では9つの影とは江戸時代の時計の数え方9つだろうと考えました。9つとは昔の数え方で真夜中の0時のことです。鬼ヶ島で真夜中の0時に光月時が現れると考えました。しかし夏に発売された光月時のビブルカードには享年36歳と記されているので、光月時の死亡は確定しています。つまり過去2本の考察動画は見事に外れてしまったのですが、実は今回この2本の考察が無駄ではなく繋がってきます。光月時の歌が明かされたのは919話の伝次郎からです。次に話は進んで955話では9つの影が描かれています。桃之助、忍、金右衛門、川松、阿修羅童子、雷蔵、犬嵐、お菊、勘十郎が並んで9人の影をくっきりと映し出すとナレーションされていました。しかしこの時の9つの影は月夜ではありません。9つの影とは何なのか、それは動画の後半で考えましょう。その前にこの光月時の歌の元ネタにたどり着きました。その元ネタとは落語です。光月時は時を操る、死に際に歌った謎の9つの影。そして光月時の娘光月日和は遊女です。また息子の光月桃之助はこちらの動画でスナッチではなくおでんが教えていたちくわという掛け声を放つと考えました。さらに伝次郎こと京四郎は両替屋であり、幼い頃お金をごまかして詐欺をしていました。さらにその正体は牛光小僧。牛光とは江戸時代の時間の言い方で、深夜2時から2時30分までの間の時間のことを指します。これらの要素が全てつながる落語の演目があるのです。落語とは日本の伝統的な滑稽な話芸です。光月時の謎の歌の元ネタとなる落語、それは時そば。古典落語の定番時そばです。思えばワノ国編では多くの落語ネタが登場していました。例えば伝次郎が口先でごまかして半額で鍋を買い取るシーン、これは古典落語の坪山という落語が元ネタでしょう。それではここから時そばのあらすじを簡単に解説していきます。ある男が遊郭の冷やかしの帰りに、腹が減ったが手元にはお金が15文しかない。当時のそばは1杯16文ですからお金が1文足りない。そこで男はあるアイデアを思いついた。男は二八そばという蕎麦屋へ行き、蕎麦を注文して美味しく食べながら蕎麦屋の主人や蕎麦の中に入っている立派なちくわを褒める。そして食べ終わり会計をする際に男はお金を一文一文声に出して確認しながら会計をしていきます。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ。ところで蕎麦屋、今何時でいと会計の途中でいきなり蕎麦屋に時刻を尋ねると、蕎麦屋はへい9つですと答えます。9つとは当時の時間の数え方で真夜中の0時のことです。その後男はすぐに等11、12、13、14、15、16とお金を数えて会計を完了させた。そう、つまり男はお金を1文ごまかしたわけです。これが時そば。9つ目を飛ばした。それは金を1文飛ばした。金右衛門を飛ばした。赤座屋9人男を飛ばした。時を飛ばした。これが光月時の謎の歌9つの影にかかっている落語ネタ時そば。どうでしょうか。そして面白いのは光月家は家紋の他にシンボルとして福に三日月をあしらっていますが、時そばの舞台となっている蕎麦屋は二八そば。二八とはそのまま28話とつながりそうです。28話のタイトルは三日月。
光月時が死んだシーンも三日月。過去2本の動画で考えた28話の三日月と真夜中の0時を示す9つとこれで繋がりました。ちなみに三五郎こと三次が都で出していた蕎麦屋の名前は二八蕎麦ではなくお箱蕎麦であり、時そばの話とは逆に客に喧嘩を売られて最後の一杯だけが消えずに残っていました。またさらに姿を消せるお蕎麦マスクは時そばでお金を一文ごまかす、消えるというイメージでしょうか。しかしこのように元ネタは分かっても謎がまだ残っています。なぜなら9つの影はまだ月夜には現れていないからです。光月時の歌の歌詞は月夜に9つの影を落としです。月夜はそのまま月夜でいいでしょう。鬼ヶ島には現在月が出ています。9つは元ネタが時そばだとすれば真夜中の0時という意味ですが、何かがおかしいでしょう。鬼ヶ島は現在何時なのか、時間の描写はありません。それでは視点を変えて影とは何でしょうか。影はおそらく桃之助でしょう。これは950話つわものどもが夢でわかるかもしれません。950話の囚人採掘場で桃之助は侍たちに土下座をされ、和の国の夢、侍たちの夢であるとされ、それはきっと父の姿、和の国を支えてきた光月の大きな影と自己分析していました。影イコール桃之助です。となるとあの歌の意味は月夜に9つの桃之助を落としとなります。9つの桃之助とは何でしょうか。これはもしかすると年齢。落語の時そばで男は1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つを飛ばしました。そして桃之助は8歳でした。つまり9歳の桃之助を飛ばす、9歳の桃之助を落とす。桃之助は8歳から9歳をすっ飛ばして28歳になっています。しかし1025話の桃之助の精神は8歳のままでしたから、月夜に桃之助は9歳を飛ばす、落とす。それはつまり精神も大人になる、成長するとなると、光月時の歌の意味はおそらくこうです。月は夜明けを知らぬ君、叶わばその一年は旗と背を編む月夜に9歳の桃之助を落とし、まばゆき夜明けを知る君となる。愛する息子桃之助を未来へ送って別れた母光月時が桃之助の成長を願った歌です。僕はこのように読み解きます。1023話で雷蔵は人は必ず成長すると言っていました。中身はまだ子供のままの桃之助は和の国を守るために体だけではなく心も成長するでしょう。そして28歳に心も体も成長した桃之助は月明かりに照らされて父親光月おでんのよう、つまりそれはイコール光月おでんの面影、影です。月夜に桃之助はまばゆき光月おでんの面影になる。それは過去何度も言っているようにスリラーバークとの表裏一体です。光月の反対月光守屋に影を奪われると太陽の光で消滅してしまいますが、それは悪夢と呼ばれていました。しかし鬼ヶ島では逆に和の国の夢は光月です。まばゆき月の光の下、桃之助が光月おでんの面影として具現化する。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。